はい、今回は100均の固形燃料を比べてみたいと思います。実際の燃焼時間が合っているのかちょっと気になったんだよね。ではこいつダイソーの固形燃料、燃焼時間は20分から23分、 25g の3個入り。こいつも同じくダイソーの固形燃料、燃焼時間は20分から25分、 30g の3個入り。同じダイソーだけどちょっと違う感じだね。どっちもアルミを巻いていて受け皿なしでも汚れないやつだね。次はセリアの固形燃料、燃焼時間は約15分、 25g の3個入りです。こいつはアルミ巻いてないやつなので受け皿がないと汚れます。ポケットストーブやミニストーブには受け皿あると、ちょっと使いづらいんで、こいつはちょっと厳しいかもしれないですね。で、最後はキャンドゥの固形燃料。キャンドゥでこれと同じやつ、セリアと同じ固形燃料を売っていたと思ったけど今回売ってませんでした。俺の勘違いかもしれません。こいつの名前は固形着火剤ってなってますね。燃焼時間は10分から15分、 20g で5個入っています。ではダイソー、セリア、キャンドゥ、100均の大御所の固形燃料対決となります。表示だけ見た感じでどれがお得か見てみましょう。燃焼時間はダイソーのこいつは20分から23分なんで、20分と見た場合は 20×3 で60分、23分と見た場合は 23×3 で69分、約70分だね。で、こっちのダイソーは20分から25分なので 20×3 で60分、25×3 で75分。セリアの場合だと15分 ×3 で45分。キャンドゥだと10分から15分の5個なので 10×5 で50分、もしくは 15×5 で75分ってことになります。実際に書いてある燃焼時間、これって本当でしょうか？気になっちゃいますよね。で、袋から適当に1個ずつ取り出してこの後燃焼対決したいと思います。はい、おのおのの代表選手が決まりました。これだとさっきと並び順が違いますね。こっちの方が分かりやすいかな。これでいきましょう。では1番ダイソーの20分から23分、2番ダイソーの20分から25分、3番セリアの15分、4番キャンドゥの10分から15分。さあ各選手に火が放たれます。各選手が燃え上がりました。おお、1番、続いて3番のプラケースが溶け始めていきました。プラかどうか分かりませんが多分プラでしょう。ちょっとカメラが心配なくらい手前の炎が上がっています。少し距離を取ります。炎の量も4つとも同じような感じになっていきました。こうして無駄に4個の固形燃料を並べて燃やすことなんて初めてなんで面白いです。外気温ですが2度で、寒いんですがやっぱり焚き火しているみたいであったかく感じます。現時点では2番の20分から25分の選手がまだまだ余裕があるような感じですね。さすが 30g、 5g の差は大きいですね。で、この今測ってるね計測場所は風が入ってこないのでほぼ無風での燃焼実験となります。ほんのちょっと左からね空気の流れがある感じですね。屋外での計測では風による違いがあると思いますし、今回はランダムに1個取り出して燃やしていますので個体差があるかもしれないということで目安程度に思ってもらえると嬉しいです。ではここでね各選手の特徴を見ていきます。1番ダイソーの固形燃料、この選手はアルミが簡単に取れますね。プラケースの上にただついてるだけのようです。2番こちらもダイソーの固形燃料、こっちはアルミの巻き方がしっかりしています。プラケースはないようです。3番がセリアの固形燃料、こちらはプラケースのみとなっています。アルミはありません。
4番がキャンドゥの固形燃料。こうして見るとやっぱりね、小さく見えます。一番大きい2番の選手と比べるとその差は歴然ですね。実際の重さを測った映像があります。見てみましょう。1番は 25g の予定ですが 24.6g。 ケースを考えると中身はもう少し少ないかな。2番の選手は 30g。 おっと、これも 28.9g と表示より少なめの、いや控えめの重さです。3番は 25g の予定ですが 26.1。 ここで重量オーバーの選手が出てきました。これはちょっと嬉しい。4番が一番小さい 20g、 19.8g。 この中ではね、この選手だけ記載されているグラム数に一番近いかなという重さとなりました。3番のセリアの選手は表示より 1g ほど重くて、それ以外は実際の重さは表示より若干軽めになっています。減量化を図ったのでしょうか。そこから見ると3番の選手は表示より重め、消費者が喜ぶ有料肥満児です。この辺が燃料対決にどう出るのでしょうか。それぞれ各選手の出身を見てみますと、1番のダイソーの選手は袋の裏面を見てもダイソージャパン以外、何もメーカーらしきものは見当たりませんでした。2番のダイソー選手もこれもダイソー産業としか書いてありません。ダイソーで作っているでいいのでしょうか。3番のセリアの選手は株式会社日燃となっております。裏面にはお問い合わせ先、お客様相談室の電話番号まで記載されている安心設計。4番のキャンドゥの選手は株式会社 UA でいいのかな。UA となっております。こちらもね、連絡先を記載しております。この UA さんはどうやら100均商品を取り扱っている会社のようです。間違っていたらごめんなさい。そろそろ時間は10分になろうとしています。4番の選手は記載では10分から15分の燃焼時間ですが、ここで記載の最低ラインを突破しました。固形燃料の残量的にはまだまだいけそうな感じです。では4番選手の最高ライン、そして3番選手の燃焼時間、これが約15分。この15分まで飛ばしてみます。さあ、そろそろ15分になろうとしています。15分経過。4番選手記載の10分から15分の最高ライン15分を突破しました。自己ベストの記録更新です。3番のセリア選手も記載の15分を突破、同じく記録を更新しました。こうしてみると3番と4番の残量が同じぐらいに見えますね。さあ、17分ラインを超えてきました。3番4番の炎が厳しくなってきました。どこまで大総勢に食らいつくことができるのか。4番選手厳しい。もう少し頑張って4番選手ここでフィニッシュを迎えました。記録17分24秒。続いて3番のセリアもいよいよ厳しくなってきた。もう消えそうですが頑張っています。3番の固形燃料ここでフィニッシュ。3番4番よく頑張りました。4番のキャンドゥの固形着火剤ですが燃焼時間10分から15分 20g5 個入り。いやー、15分のラインから2分以上も検討しました。17分24秒で終了です。その次は3番のセリアの固形燃料。燃焼時間は約15分 25g の3個入り。こちらも2分以上記録を伸ばしてフィニッシュ。記録は17分43秒でした。3番4番大健闘でしたが終了です。
残るはあと2つ。1番と2番どっちもダイソーの同門対決となりました。1番が 25g に対して2番は 30g。 これは2番がかなり優勢か。さあ最低ライン20分を超えました。1番は燃焼時間20分から23分、重さは 25g。 2番は20分から25分、重さは 30g となっており、この 5g の差がどう出るのか。どちらも最低ラインは突破しており、このまま最高ライン1番は23分、2番は25分、これをね突破していただきたいものです。見た感じにも明らかに2番の方が残っていますよね。1番の方が若干炎が弱い。苦しいか。21分経過しました。1番なんとか持ちこたえています。ここで2番の固形燃料の量が減ったように見えますね。1番の固形燃料の量は少しずつ減っているように見えますが、2番は20分過ぎあたりから急に小さくなったように思えます。炎の量も違いますから、急激に減るのも仕方ないのかもしれません。こうして見ていると固形燃料がだんだんと小さくなっていくのが分かりますね。さあ22分経過しました。とうとう両者の固形燃料の残量と炎が同じになってきました。1番の固形燃料が頑張っているようです。2番の方が優勢と思われていましたが、これは勝敗が分からなくなってきました。これは2番の方が、弱いかな。2番の固形燃料が消えそうです。2番が先に燃え尽きたようです。記録は22分32秒、燃焼時間は20分から25分、30g の3個入り。最高ライン25分には届かず、22分でフィニッシュしました。残るは1番のみ。まさかの2番を抑えての燃焼時間。ぶっちゃけ言いますと2番はギリギリまで炎が強かったイメージがあります。23分30秒を超えました。1番の燃焼時間は20分から23分なので、最高ラインをここで突破しました。しかしいつ消えてもおかしくない状態です。1番選手粘っています。もう消えそう。消えました。記録24分03秒。1番ダイソーの固形燃料、燃焼時間20分から23分、25g3 個入り。記載の燃焼時間を1分上回る結果になりました。これで全ての燃焼が終わりました。1番、2番、3番、4番、全選手燃え尽きるまで燃えました。受け皿もまだ熱いです。では結果発表。1番長持ちしたのは1番で、2位が2番で、3番4番と、番号順で決まりましたね。で感想ですが、3番セリアと4番キャンドゥの固形燃料は記載してある燃焼時間を2分ほど上回り、いいんじゃないかなと思いました。キャンドゥの固形燃料は5個入っていますので、17分 ×5 個でトータル85分ぐらいになります。でどちらもね、残り1分くらいから火力が落ちてきました。でこっちのね1番は途中からだんだん炎が弱くなってきて、その分持久力が上がったようです。ただ火力としてはどうかなって感じでしたね。2番は燃焼時間20分から25分のところ22分で消えて、だいたい記載通りとなりました。こいつはね最後まで火力が強かったと思います。表面積も大きいんでね、そうなのかもしれません。今回は100均の固形燃料対決の動画でした。皆さんの何かの参考になれば幸いです。ではまた。